こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャットなどをまとめて見ていきたいと思います。先ほどメンバーシップ動画も上げましたので、まだ見てない方はそちらも見てみてください。まず ETF 関連では、米国のスポットビットコイン ETF の運用資産額が約1000億ドル、ビットコインの保有量では110万 BTC を超えたことが話題になっています。1年経たずにですね、サトシ・ナカモトの保有分を上回ったことが話題になってますね。あと、昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でプラス 1.1 億ドルの純流入となっています。ただ、先ほどブラックロックにプラス 2.5 億ドルの流入があるという情報が流れたんで、全体で 3.6 億ドルの流入にはなりそうです。これで先週から7日連続の流入ですね。あと、イーサも現時点でプラスとなっています。あと、ブラックロックのみとなってますが、今回プラスだと10日連続の純流入となります。香港はビットコイン、イーサともにゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在 99,600 ドルあたりを推移しております。発表された注目指標の方では、米雇用統計、米ミシガン大学消費者信頼感指数などがありました。結果が前回予想以上なのに、なんで米ドルが下がってるんだという意見がちらほら出てますけれども、前回の雇用統計がハリケーンとかストライキの影響で、悪い数値が出てたんですけども、今回はそこからの回復が期待されてたんですが、そこまで強くないと、市場の想定以下だったことによる、ドル下げみたいな見解も出てますね。で、この影響でまた利下げ期待が高まったのか、米金利が下落してまして、米株各指数も上向いている状態です。で、その後、ビットコインも再度10万ドル突破した展開となってますけども、現在はまた10万ドルを割ってます。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 0.47%、額としては611億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.7%、バイナンスミはショートが 50.2% としたよりになっています。今後の指標としては、12月9日に日本の実質 GDP、国際収支、中国の PPI、CPI、12月10日に米卸売在庫、10月の確放値、オーストラリアの中銀政策金利、米非農業部門労働生産性指数第3四半期の確報値、12月11日に日本の景況判断 BSI 第4四半期、米 CPI11 月などが控えております。他アナリストの見解ではですね、次期 SEC 委員長にアトキンス氏が任命されたことが市場を後押ししているとか、あとはトランプ氏の規制緩和が業界を促進するんじゃないかとかですね、またその規制緩和から米国でのステーブルコイン発行者が急増して、また仮想通貨市場が押し上げられるとか、あとはね、米 ETF の誕生から米ドルの地位が脅かされているとか、あとはビットコインに対してアルトが比較的安定しているなどですね、シティ、21シェアーズ、ビットワイズらの見解が注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね、昨日の私の予想では、リスクオフの反発と米雇用統計の結果が悪くてもですね、指標の解放から上向くのではないかということで、昨日の 98,111 ドルよりも上という予想でした。結果としては、米雇用統計の結果から利下げ期待が高まりまして、米株各指数も上向き、ビットコインもその後、再度10万ドル突破となりまして、判定時刻の12月7日 AM6 時点のビットコインは10万1360ドルということで、昨日の 98,111 ドルよりも上なんであたりです。昨日はつったらな。はい、続いて今日は土曜なんで、次は次の米市場平常日12月10日 AM6 時時点の予想ですね。現時点でもう弱いのがちょっと気になりますけど、上ですかね。利下げ期待が若干高まったことを見て、米株続伸からのビットコインも上にしたいと思います。なので、12月10日、AM6 時時点のビットコインは、現在の 99,600 ドルよりも上、これでいきたいと思います。足足確定後ですね、どのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3990ドル、BTC 建ては 0.040 と、先物の方では OI は全体でプラス 2.6%、額としては261億ドル相当、比率としては全体ではロングが 53.0%、バイナンスミはロングが 73.7% と上襟になっています。イーサ関連の話題では、コインベースの方で市場価格よりも高い価格で、プレミア取引がされていることや、あとはイーサのアクティブアドレスがここ最近増加していることから、オンチェーン活動も活発であることが注目されています。ドル当てでは4000ドルを突破したことが注目されてまして、BTC 建ても 0.04 の攻防回帰となっています。ETF も流入傾向継続で、OI も増え続けて、オンチェーン状況も良好と、プラス要因が多くなってますね。ドル当てでは4000を抜けた後、いよいよ ATH に向かいますけども、年末まで達成できるのか注目ですね。
あとその他の動向では、米国の連邦預金保険公社 FDIC の秘密文書が公開されたことが話題になっています。先日から界隈ではですね、チョークポイント 2.0 作戦と呼ばれている銀行側が仮想通貨の事業者に対して口座を作らせないとか、サービスを、制限していることがまた問題視されてまして、先日会の議員からも今後もこの問題を追及していくという声明が出されて注目されてましたけども、今回そのチョークポイント 2.0 の元となった FDIC の秘密文書が公開されています。内容としては銀行側に対して仮想通貨関連の活動を全て行わないよう指示しているものとされています。で、これの公開からですね、陰謀論とかではなくて、実際に指示があって仮想通貨業界がはぶられてたのが明らかになったということで、業界も盛り上がっていますね。米国もですね、そのトランプ政権誕生から、SEC などいろいろ改革進んでますけども、この銀行方面の対応にもメスが入るのか注目ですね。あと他ではチェコが仮想通貨のキャピタルゲイン税を免除する法案を承認してます。条件としては3年以上の保有が条件となってますね。他には年間4000ドル未満の利益に対しても免除されるとのことで話題になってます。これは素晴らしい法律ですよね。一律 20% とかではなくて、3年でゼロっていう、日本もね同じ感じになればいいんですけど、チェコは人口1000万人ほどですけども、こちらもチェコで仮想通貨盛り上がる要因にはなりそうですね。あとはトランプ政権が AI と暗号通貨部門の指導者にヤンマーの創設者、元ペイパルの COO デイビッド・サックス氏を任命したことが話題になっています。極めて重要な役職であると発表されています。で、このサックス氏の VC クラフトベンチャーズのポートフォリオに DYDX が入っていることからですね、最近 DYDX が高騰してますね。あとは元ニューヨーク連議総裁ビル・ダドリー氏がトランプ氏のビットコイン準備金案を批判してたり、英国の FCA がパンプファンに対して無認可運営であると警告したことが話題になっています。パンプファンはこれを受けて英国民の利用を禁止にしてますね。あとアルト関連では NFT プロジェクトのプジペンギンズがトークンリリースを発表したことが話題になっています。供給量の 25.9% が NFT 保有者に分配されるようです。フロアも上がってますね。NFT はイーサなのにトークンはソラナみたいですけど、これどう紐付けするんですかね。今日はこのとこですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。